では、取り外したフォグライトをまず分解していきたいんですが、まずはこちらの後ろのキャップを半時計回りに回して取り外します。で、取り外すと、蓋のところにコネクターがついていますので気をつけてください。で、フォグライトのバルブの方ですが、こちらのピンで固定されています。なので、これを一旦押し込むことで開きます。それが、で、開けられます。そうすると、こちらのバルブがこのように出てきます。で、バルブは、油が付着すると、寿命が減ってしまうので、手で直接触らないようにしてください。はい。で、次にこのバルブの取り外し方なんですが、こちらの H3 のバルブなんですが、こちらは電球だけを取り外すタイプではなく、こちらのケーブルも付属品となっていましたので、こちらのキャップ裏のコネクター部分で取り外しをする必要があります。で、このキャップ裏のコネクターは3箇所のプラスチックのクリップで固定されているので、このような小さなマイナスドライバーを使って取り外します。このコネクターなんですが、ここにギボシ端子があって、これがこちらに差し込まれているものになっています。これに単純に引っ張れば抜けますが、結構、硬くなっているので、普通に引っ張って抜けないという場合は、こちらの黄色いリテンションクリップですね。まずこれを取り外します。ここと左右で固定されているので、このように取れます。で、さっきはこれがこのように刺さっていたんですが、簡単に抜け出せない際はこちら側からマイナスドライバーで押してあげればこのように簡単に抜けます。はい、で、戻す際は今までの真逆です。まずはこちらの黄色いクリップを戻します。で、この小さい、切れ込みのところにケーブルを這わせまして、はい、戻りました。ちょっと工夫が必要ですね。で、こちらのギブシを差し込んで、はい、OK です。で、次に、コネクター部分をキャップにつけるんですが、三角形の印があるんですが、これとはキャップの三角形の印が、まず置いたときに一致して、そこから回して締めることになるので、それを考慮して、そうですね、この場合だと、そうですね、この形で入ります。最後に、こちらのバルブの戻し方なんですが、こうやって見てみると、バルブに丸と四角の切れ込みが入ってますので、これが、このハウジングの中の、出っ張りと一致します。
ので、切れ込みを合わせる方向で下ろしていき、こちらのクリップを下ろして固定します。最後にこちらの三角形と蓋の三角形を合わせて蓋を押し込み時計回り回して、こちらで終了です。